こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。この時期になりますと恒例となっておる祭事がございます。この会で行われる第63回日本水石名品展、そして下の広い会では国風盆栽展が100回展という記念の時を迎えています。初日より欧米を中心に圧倒的な来場者がお越しくださったことに深く感謝しています。今日はこの日本水石名品展の内容を一部皆さんにご紹介させていただきます。お楽しみください。日本水石名品展はだいたい3部の構成になっております。この第1室の特別出品と企画展示など、そして第2室3室を彩る床飾りを中心とした水石の展示、そしてその奥にある第4室が皆さんの公募で選ばれた一点一点の素晴らしい石たち、その構成になっています。毎回この特別出品の見事な石、さいたま市盆栽美術館や慶雲庵財団、そして来家、来山陽の一族のもの、さまざまなものが飾られていますが、今回特に目を引くのが企画展示のコレクションに寺内コレクションと謳われる名石の一群が飾られています。第一室だけで圧倒されるレベルがここにありますが、これも各界の国風盆栽展100回展を記念してのレベルの高さを皆さんにご披露しているようです。特別出品の数々の中からその主座となる石、ポスターになったものをご紹介しましょう。四国伊予の真っ向石。この石は征夷大将軍徳川将軍最後の将軍となりました15代徳川慶喜家の由来を持つものです。慶喜家と四国、一見縁がなさそうに見えますが、まさに松平を中心とする四国の大名軍、その中から慶喜公におそらくは明治期に入ってから献納されたものではないでしょうか。気高い山々、霞立つような真っ向の石肌、これだけの大型の真っ向石はなかなか現存はありません。毎回特別出品、つまり参考出品の形で古い時代から伝わる盆石が披露されています。細川流盆石のお家元による展示。今回は紀州吹き上げの裏、つまり石を組み合わせてそこに白砂を敷き、誰が見ても美しい日本の裏々の景色を描き出す。水石に通じる一つの自然界の楽しみがここにも脈々と歴史の中で息づいています。寺内コレクションの企画展の中より記憶に深いものをいくつかご紹介しましょう。この石は伊予の滝石、名を宗龍。天然の姿の中の気高い岸壁に流れ落ちる一条のしぶきを上げる滝姿、おそらくは100年を優に超える愛岩が古い古色感を出している立ち石の滝石、絶品といえる滝姿をあえて今回は台座に飾って水盤を外しての文物の展示といたしました。鴨川の紅石、紅鴨川石とも言います。名を延暦。名の通り、京都東山その奥にそびえる比叡山延暦寺の山姿を彷彿とさせるこの石。長く明治天皇ゆかりの血筋の方々のお屋敷にありました。
民間に公開される機会がなく、先の大阪2025万博以来、関東での初公開となりました。貴船五色石、名鉄地線。仏教の用語、九山八海の中に浮かび上がる鉄地線。天上の雲の天上界、そして滝を抱く天地人の人の現実世界、そしてしぶきの下にある下界の世界、三千世界を物語ると言われる絶品の貴船石として、その名は大徳寺真珠庵御先代によって名付けられました。古谷石、名を種なす。ナスの姿をしたこの石、そこに引かれている板は、鍛鉄という技法で鎧を作るように叩き出して作ったものです。国宝姫路城、通称白鷺城の城主であった酒井歌の神の所持であることが判明しているこの石が公の場に飾られたのは初のこととなっています。薬師経で取られたと言われるこの石、名を香炉夢。明治の文豪高田露伴による命名のこの石は、国風盆栽展生みの親と言われる小林則夫先生、小林是空先生と露伴の交流の中で大切に保存されました。公の舞台に飾られる機会は初となるこの石は、お二人が交わした巻物とともに公開しています。この日本水石名品展という歌えば、床飾りや特別な企画で皆さんが楽しまれますが、水石の基本形は2つ。水盤飾りと台座飾りが基本で、その一点の飾りの中に込める飾られた方の思いや水石に対する見方が楽しむことが大切です。例えばこの石のように、鴨川石に雪が積もる山があり、それを明記一葉の水盤で見事に水盤使いで広がる世界を表す手本のような水盤飾りです。水盤飾りの他にもう一つ大事なのがこの台座飾りです。一つの台、石に合わせた台の上に乗るその石自身が出す積層、そこに浮かび上がる景色や精神、これを楽しむものです。この佐治川の石は旬と言われるこのトゲトゲしたものが際立った世界、この厳しさの中にどのような山や島や岩を思うか、それはご覧になる方の心のありようとも言えるでしょう。台座飾りは精神性もとても大切です。大型の床飾りの中で記憶に深いものをお伝えします。田ごとの月、まさにこの水を打てば月が映るような世界。この石、鴨川の静畑というところで採れたもので、長く水石界に伝わるものです。古くは三日月宗近で名高い所蔵者渡辺三郎先生が持っていたことでも有名です。かけられた掛け物、柿表具で描かれた雪散る中の半月の世界、最後には掛け軸の色ごと消えてゆく儚さ、それを見事に物語り、その下には月を映す田ごと。名水盤法雲で押さえたこの石は、まさに
石飾りと季節感、水石自身の位の高さ、歴史、すべてを込めた石として、今回の飛び天の顔の一つとも言えます。わびチャンネル数回前にもご紹介しました茶室飾りの石。この東京都美術館でのためにあの飾りは試みられました。美術館での制約はある中での茶室風の世界、それが描き出す水石と茶掛けの世界、このようなものを水石のファンの皆様にお伝えしたいと思って飾られた方と相談して特設の場所を得て披露することになって大変好評をいただいています。床の間飾りは一石の石、掛け物、典型などでご披露していますが、今回特別な連石があります。揖斐川石と真っ向石、二つに相並ぶ石の中央に月の中を飛びゆく2羽の雁。これを飾られたのは90歳を超えるアメリカのご夫婦。ご婦人である秀子夫人は日本から渡り、ご主人と共に苦労の末に豊かな人生を送られています。二隻を飾り、そこに飛ぶ鳥はお二人の世界を描くように、そのような微笑ましい水石が文化として人の生き方としてを物語る世界にもなることを皆さんに伝える石となっています。第63回日本水石名品展。150席近い展示、その中でかいつまんだご紹介になります。一石一石に込められた飾られた方の思い、水石に対する文化的な心。展示会を見ていただくのが一番ですが、少しでもその空気を感じていただけたらと思いました。水石協会でこのまとめた図録もすでに作られて販売しています。いろいろな形でこの文化が広まること願っていますが、このわびチャンネルをご覧の皆様のおかげで、すでに数万人の外国の方々がわびチャンネルを通して水石を理解し楽しんでくださっています。その関係のご来場も多いことも心から感謝しています。たくさんのアーカイブス、その中に込める水石の部分、ぜひ皆さんチャンネル登録をなさって多くをお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。